こんばっちくー、テリアモン助手です。早速ですが、今回の企画を発表いたします。テリアモン助手がデジカ開発費用を聞いてみた。いいね、デジカ企画の第4弾だって早いもんですな。前回はですね、デジカの歴史を学んだんですけれども、みんな見てくれたかな、あの動画。そして今回はデジカの開発者をお呼びしてルールを学びながらデジカの開発秘話を聞いていきたいと思います。ということで、デジモンカードゲームのゲームデザイナーさんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わ、元気はい、気合い入れてきました。ありがとうございます。あじゃじゃます。主にどんな仕事をなさってるんですか？商品ラインナップの作成と、あとカード効果の作成、あとは公式大会でのジャッジなどが主な業務内容ですね。なるほど。デジモンカードの開発に携わってどのくらい経ってる方なんですか？ベテランさんですか？発売が2020年なんで、それの準備段階から数えると6年ぐらいですね。めっちゃ長い。いやー、いろんな話が聞けそうだぞ。デジカの専門家だね。今日はデジモンアンバサダーとしてデジカのいろいろ聞いていっちゃおうと思います。まずはデジカのルールについて担当者さんと一緒におさらいしていきたいと思います。僕勉強してるんですよ。なので僕が勉強してきた内容をつらつらと言いますんで、アドバイスがありましたらぜひ補足してってくれたら嬉しいです。はい、わかりました。僕がドヤ顔で言うんでいきますよ。デジモンカードはメインデッキが50枚ありまして、デジタルデッキは5枚以下で構成されています。初期手札はですね、5枚の手札の状態でバトルを開始させていただきます。さすがですね。さすがよく勉強してらっしゃる。ありがとうございます。マジでコンバッチグーですね。コンバッチグーでしょ。てか大バッチグーですね。あ、そう大バッチグーなんですよ。はい、そして補足になるんですが、ほいデジカにはデジモンカード、レベル3から7のカード、とデジタマカードレベル2、4年期のカードですね、ほいとテイマーカード、ほいそしてオプションカードの4種類があります。4種類。はい、でデジモンカードの中にもエースというものがあり、特別な効果を持っていて、低コストで相手のターン中にブラスト進化というものができるんですが、代わりにデメリットがあるっていう特殊なカードもあります。強いんだけど、やられちゃうとすごい悲惨になったりもするってやつですよね。そうですね。よく知ってらっしゃる。ほら、僕がちゃんと勉強してるんだよ。僕はデジカちゃんとやってるんだよ。さすがですね。フォローもありがとうございます。そしてですね、デジカのバトルにはアクティブ、ドロー、育成、メインの4つのフェーズがございまして、アクティブフェーズは自分のターンの最初に行い、一度攻撃などを行い、レスト状態、休んじゃうってなったカードをアクティブ状態にします。休んでた子たちをみんな起きてってやる。ドローフェーズではデッキからカードを1枚引いて手札に加えます。で、育成フェーズでは4年期デジモンであるデジタムカードを育成エリアから孵化させる、もしくは育成エリアにいるデジモンをバトルエリアに移動させるってことができると。どうでしょうか？さすがですね。ありがとうございま本す。当にもうほぼ完璧じゃないですか。褒め上手。はい。ですが、ですが、ちょっとだけこちらも補足があります。補足があるのね。はい。デジモンを進化させることによって、進化元効果が発動できるようになって、育て方によっていろんな能力を持つようになります。なるほど。だからテリアモンがコロモンから進化したり、いろんな進化の形があるってことですよね。おーい、僕も賢いし、担当者さんも賢い。はい、では続けて説明をお願いいたします。はい、メインフェーズでは手札から場にデジモンを出す、デジモンの登場とか、あとデジモンカード最大の見せ場であるデジモンの進化などを行えるっていうね。他にカイチとかヤマトとかデジモンをサポートするテーマカードの登場ができる。オプションカードの使用もできる。で、相手のデジモンもしくは相手プレイヤーや寝ているデジモンに攻撃できる、アタックをすることができる。これらをですね、なんと
メモリーというものがございまして、そのメモリーが許す限りなんと好きな順番で行えるという、すごいよね。このメモリーっていうのがデジカならではの感じが僕はしていて、綱引き綱渡りなんていうの、そこに手番に渡すまでのこのどうやって行動しようって考えるのが面白いなって思うんですけど、どうですか？綱引きってすごいいい例えですね。わあ、なんて褒め上手令和の時代の上司はい、でそれぞれのカードのプレイには、今おっしゃっていただいた、コストが必要で、それをメモリーを使って管理を行っています。でこれがコストを払って相手側の1以上にメモリーが渡ってしまった場合に自分のターンが終了してしまいます。すぐ終了するんでしょうね、だからなんか3ぐらい出しとこうかなって言って3出した時にもう1来てますねって言ったらもうすぐ手番が回っちゃうから僕もっとやりたいことあったのにっていう時があって、これ僕の実話ですそういうこともあったななんていう僕の思い出話でした。ということでデジモンで相手プレイヤーに攻撃して5枚あるこのセキュリティっていうのを全部めくり切った上で、セキュリティの枚数が0になった上でプレイヤーへのアタックが成功すると勝利となるっていうのがこのデジカの勝利条件ですね。ざっくりルールを説明してまいりましたけど間違ってないですよね。はい、もう大バッチグーです。大バッチグいただきましたなんか僕たちすごくいいコンビじゃないですか。ぜひもうテイマーとデジモンとのコンビを組みましょう。僕ねテーマいないんですよお、じゃあ立候補しますね。ありがとう。じゃあマッシュ。まだまだルールが不安な方はですね、なんとデジカのティーチングアプリもありますから、アプリの方で勉強してみるといいと思います。もちろんこの動画も何度も見てね。そしてここからはデジカの開発秘話を聞いていきたいと思います。こだわったデジカのルールなどございますか？ BT8、ニューヒーローっていうパックがあるんですけど、はいそこで初登場したキーワード効果アーマーパージです。出た。僕アーマーパージよく使うんですけど、アーマーパージずるいってよく言われます強いから。それの由来なんですけど、デジモンアドベンチャー V テイマー01っていうその漫画が好きで、その中のデジモンアドベンチャー02とのコラボエピソードからインスピレーションを受けてアーマー対デジモン用として作成しました。なるほど。でさまざまなアーマー隊を切り替えながら戦うデジモンアドベンチャー02の前半の戦いをイメージしたデッキを作成するのにもうむちゃくちゃ役に立っていいキーワードになったかなっていうふうに思ってます。使わせていただいております。ありがとうございます。カードの効果ってデジモンから考えるんですか？それともこういう効果があったらいいよねっていうその効果から考えるんですか？例えばウォーグレイモンだったら攻撃的なカードにしようっていうふうに思って一直線で戦っていけるとか、その防御もちゃんとシールドがあるから強いとか、そういうのを拾って、そのゲームのバランスも含めてカードの効果を考えたりしてますね。なるほど、いいこと聞いたな僕担当者さんはさ、デジモンに直接直談判されることまだないでしょ？確かに僕は直談判させていただきますよ。僕のカードをぜひ強くしてください全勝いたします大人たちはみんな全勝って言うんだよないいでしょう。デジモンのカードの効果って担当者さんはどのぐらい考えてらっしゃるんですか？全体の7割ぐらいですかね。7割ほぼ100だよすごいな。開発者さんってさ、デジモンのカードのさゲームのさプレイも上手なんですか？それはもちろんって言いたいんですけど、開発の方で忙しくてカードを実際に触ることが減ってるんですが、でも全部のカードは把握してるのでどのデッキもある程度ちゃんと回せるかなっていうふうには思ってます。僕そのセリフもらっていいですか？家にジャッジが欲しいんですけど、ジャッジはレンタルできないんですか？ちょっと会社に相談しないと優しい、相談してくれたちなみに一番好きなデジモン誰なんですか？ちょっといっぱいあって決めきれないんですけど、今日はウォーグレイモン X 交代です。ほう、僕も好きだな。
洗ってみたいものですよちなみにテリスケが一番好きなデジモン、僕今日は今日はじゃあ一緒にボーグレーブ X 交代かなお、じゃあその大好きなオーグレイモン X 交代の必殺技は答えれますよね。なんで急にクイズを出すのみんなどうして僕にクイズを出すんだ。 X 交代になると何になるんだ。ガイアフォース X バースト。惜しいですね。正解ははい、ガイアフォースゼロです。みんなは分かったよね僕はみんなに花を持たせてあげたんだということで、ここからはデジカ開発に関する裏話や苦労話を教えていただきたいと思います。ファンの方が知らないテリスケが聞いてるからこそ言えるお話っていうのはございますか？いくつか。いくつもあるんです先ほど出たそのカードのデータをどういうモチーフで考えているかとかで言うと、例えば有名なんだけどメディア露出があんまりちょっと少ないデジモンとかは結構膨らませて考えないといけないっていうのがあって、例えばその七大魔王って地位が高いデジモンじゃないですか。そうですね。でそのデジモンの嫉妬っていうテーマがあるんですけど、そのリヴァイアモンは相手のデジモンが多くて自分のデジモンが少なかったらちょっとなんか嫌だなって嫉妬を感じるんじゃないですか。じゃあそこをまずテーマにして、でさらに見た目がワニに近いデジモンなので、デジモンを上と下から交互に挟み込んで消滅させるみたいな効果のイメージをなど、そのデジモンに合ったそのイメージ、さらに見た目とか図鑑からアイデアを膨らませて作っていますね。ほう、なるほど。じゃあ担当者さん、僕のこの姿を見て膨らませてみてくださいよ僕の効果。じゃあ調べ物が得意そうな感じなので、そうですね。カードを好きなものを選んで持ってこれるみたい超強くないですかまたずるいって言われちゃうよ。な。じゃあデッキの上から3枚見て1枚加えましょそれ普通じゃんそれ結構持ってるキャラクターいっぱいいる。デジカ開発で大変だったエピソードを教えてください。そうですね、このゲームってメモリーをいろんなコストに使うっていう風のがあって、ディープセイバーズっていう水星デジモンを集めたデッキが、そのテーマがあるんですけど、それをうまいことそのテーマを作れないかっていう風に思って、メモリーのゼロの部分を水面に例えました。でその自分の海の中だと強かったり、海の外だと相手側だと別の効果が出たりっていう風なので、水面に近いほどその両方の効果で強いよみたいな感じの、テーマを考えるまでに結構そのいろいろ試行錯誤して苦労したっていう覚えがありますね。でもそれ完成した時すごい喜びがひとしおだったんじゃないですか？そうですね。塩だけに海水だけに海水だけにデジカを開発していて嬉しいと思ったエピソードってあります？いっぱいあるでしょうね。好きなデジモンが出て嬉しいっていう風なユーザーの皆様の声とか、デジカを通じてその今まで知らなかったデジモンを好きになってくれるっていうところは嬉しいなっていう風に思いますね。あとはユーザーの皆様がこのカードの効果こうなんじゃないかっていう風にその再現の部分に気づいていただけるのは嬉しいかなっていう風に思いますね。なるほど。そっか、提示はしてないんですね。そうですね。僕はなんかウォーゲームのデッキが出た時すげえ興奮しました。おメガマンになる。ヤマトと太一がみたいなあれは感動しますね。診断の制作秘話があったら教えていただきたいんですけれども。そうですね、DT20 で初登場したエグゼキュートっていう風な新キーワード効果。エグゼキュート、この効果は自分のターン終了時、このデジモンでアタックできる、さらにアクティブ状態の相手のデジモンにもアタックできる。ほう。アタック終了時に消滅してしまうっていう効果なんですけど、消滅しちゃうんだ。でこのキーワード効果を持っているデジモンって、いわゆるゴースト型のデジモンなんですよ。なるほど。このゴースト型のデジモンってことは、いわゆるその霊体じゃないですか。ゴーストは霊体だ。そう、霊体はちょっとルールを無視して相手のデジモンにアタックしてしまったり、でもアタックした後はそのいなくなってしまうっていう風なゴーストっぽい要素と、このゴースト型のデジモンを使うそのデジモンリベレーターっていうその漫画に出てくるバイオレット・イン・ブーツっていう女の子、
のそのおせおせな性格をイメージしてこの効果を作りました。なるほど。アクティブにしてれば相手から攻撃されることはないんだと思ってプレイングする人が多い中で、その子が出てきたら攻撃されちゃう可能性があるみたいな恐怖感みたいなのがあったりするとね、なんかまた新しい風が吹いたような感じがするから、診断もぜひ皆さん注目していただきたいと思います。ここからはデジカの魅力に関する質問をしていきたいと思います。デジカを楽しむポイントを教えてください。まずはやっぱりその好きなデジモンがカードになってたらそれを触っていただく、逆にそのいろんなデジモンが知りたいって思った方は好きなカードゲームでの動きから好きなデジモンを探ってもらうというか、そこから好きになっていただけるといいのかなっていうふうに思ってます。すごいわかる。やっぱ自分が好きなデジモンと一緒に頑張っていこうっていうのが一番いいから、デッキもね調べたらいっぱい作ってる人とか出てくるのいいよね。このデッキを一回真似してみて、それで回してみて、ぜひ皆さん自分の好きなデジモンと一緒に強くなっていこうな。僕と握手みたいなテンションで言っちゃった最後に5周年を迎えるこのデジカに関して今後の展望を教えてください。はい、5周年迎えて、世界がみんな同時にデジカを楽しめるっていう風な環境になると思うので、引き続き全世界の人々に新しい発見とか感動を与えられるようにゲームを作っていけたらなっていう風に思ってます。いいですね。世界にもデジモンファンたくさんいるから、これで世界の友達も増えたりしてね、みんながデジカ楽しんでくれたら嬉しいなって思います。今日は貴重なお話たくさんありがとうございました。ありがとうございました。つうこって5周年を迎えるデジカ、その魅力をこれからも僕がどんどん発信していきたいと思っております。そしてケリシュケがですね、デジカを学ぶ企画まだまだ続きます。次回なんとデジカファミリーの秀吉さんが出演してくださいます。マジか。みんなわかるよね。ケリスケ秀吉さんと対戦します。マジか。今から緊張が止まらないよ。今日から猛特訓させていただきます。今日はこれでお別れです。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。そしてコメント欄でみんなのデジカで好きなところ、ルールや効果や遊び方など教えていただけたら幸いでございます。ということで今日は担当者さんが来てくれたからね、この言葉でお別れしたいと思います。さあ何かな。ドゥルルルルルルルドゥンオモポーズ。